こんにちは。今日は、インクで顔料とか古典の耐水性のインクを書いてきたので、こういう風に水濡れのテストができるような感じで書いてきたので、これに水を垂らして耐水性をチェックしていきたいと思います。で、書いてきたインクなんですが、順番に紹介すると、まず1番がこのディアトラメンティスってやつ、ヤンセンハンドメイドインク工房っていうところのインクで、こういうような感じの色です。1から5までが顔料インクで、6から11が古典インクです。で、これは青系だけ描いてきたんですが、ブルーブラック系の色も別で描いてきたので、それも水を垂らして実験をしてみたいと思っています。で、次はローラー&クライナーのドキュメントインクのヘルブラウとドンケルブラウ。あと、スケッチインク。これは混色できる顔料インクだったと思うんですけど、それのマレーネっていう色です。色はそれぞれこういう感じです。で、あと、プラチナの超微粒子顔料インクのブルーっていうのがこういう色です。で、セーラーの草木聖木は、セーラーの草木はこっちに入ってますね。聖木はブルーブラックの方に入れました。で、この後、カウゼットですね、古典インクになりますが、カウゼットインクの IG ブルーの2番。で、3番はこういう感じですね。この青いっていうのは自分が書いた時に2と比べて最初が青いなと思ったので、それが入ってます。で、これ4って書いてるんですが、実は4のインクはなくて、商品としてないか、インクでなかったかわからないんですけど、で、5と6もブルー系だなと思ったので書いてきました。5のブルーが、初めは青いんだけど、終わりの方になると、時間が経ってくると紺になってくるっていう感じで、で、6はちょっと色合いが若干だけ緑っぽいというか、そういう感じの色です。で、ローランド・クライナーのサリックスも古典インクなんですけど、こういう感じの色です。で、あとセーラーの草木がこういう感じの色です。で、調べ方はこういうふうにそれぞれここに振った番号の通りにこう井桁みたいなのを書いてきたので、ここに水を垂らして、で、2滴垂らしてちょっと待って、で、その後その水を拭った場合と、あとこう表面をちょっとティッシュみたいなのでこうこするというかで取った場合とをそれぞれやってみて比較したいと思います。なのでまず水を垂らしていきます。では一つ一つ水を垂らしていきます。で、紙はトモエリバーです。で、まず垂らしたところをちょっと見てみると、やっぱり古典インクの6、7、8、9、10は垂らした瞬間からこの色がついてるのは鉄が入ってるからそこで色がつくんですが、それ以外に多分青とかの色が入ってて、でその青は多分水に溶けるので、こうそれが水中に出てる感じですね。で、11のサリックスは古典インクのはずなんですが、青があんまりこう水中に溶け出していない感じがあります。で、
ちょっとこのまま5分くらい置いて水を吸い取っていきたいと思います。こんな感じで5分ぐらい経ったので、端から水を吸っていきたいと思います。で、他のを触っちゃわないようにするために、ちょっと右側からいきます。ちょっと書きながらというか、水を吸いながら喋ればよかったんですが、サリックスが本当に今これ吸った紙がこういう感じで、拭き取った紙がこういう感じなんですけど、本当に全然、なんて言うんだろう、ほとんど影響がなくてすごいなと思いました。カウゼットは多分鉄の濃度が高いからインクは割と濃く残ってるんですが、やっぱりこう水色が残るっていう感じですね。で、ここから顔料インクです。顔料インクはやっぱりこう色がさっきみたいにこう水玉みたいなところにこう色素がこう流出してるっていう感じはなくて、でも割と残らない、色がこっちに来ないですね。表面拭き取るとちょっと青く出るんですが、こんな感じです。次が静木です。これは吸い取るとほとんど色はつかなくて、拭き取ると拭き取ってもあんまり、ちょっとつくかなっていうくらいです。ちなみにこう点が飛んでるのはこの印刷を弾いちゃってるからですね。次4に行きます。吸い取ると色が全然つかないです。で、拭き取ってもほとんどつかないです。ちょっとここの紙の端にちょっとついてるかもっていう、このぐらいです。いや、すごいな、顔料インク。次、ドキュメントインクのヘルブラウです。これも全然つかないですね。これは顔料インクが欲しくなってきちゃいますね。で、次がマレーネです。これも全然色が出ないし、拭き取ってもちょっとこれは拭くと出るけど、こういう感じで、最後ヤンセンハンドメイドインク工房のブルーで
これもつかないですね。拭き取ると、これも全然、これはすごいですね。ほとんど無傷だったのが、1と2と4です。あと11で、ほとんど薄くならなかった固定インクは11だけですね。カウゼットは、色自体はかなり濃く残ってて、だからなんて書いてあるかとかはわかるけど、水に濡れるとこう周りは出ちゃう感じなんですが、サリックスは拭いてもこんな感じなので、これはすごいなと思ってます。で、顔料インクは4と1、4と1がすごいですね。顔料ドキュメント、ローランド・クライナーの顔料ドキュメントインクのドンケルブラウと、あと、ヤンセンハンドメイドインク工房のブルーですね。これはもうほとんどティッシュで、濡れた状態からティッシュでこすっても、紙にインクがつかないっていう感じなので、すごい耐水性です。というわけで、こんな感じで見てきましたが、なんかこの辺は、こう、水垂らした跡がありますが、この一番上の行とかは、なんだろう、なんか元のままっていう感じですね。で、手帳とかに使うのに、やっぱり顔料インクが欲しいなと思ったり、詰まるのが怖いなと思ったりしてます。これってペンクリニックにこう顔料インクを使ってたんですけど、こうまた例えば染料インクを入れようと思ってるので、洗ってもらえませんかみたいなのってどうなんですかね。なんかちょっと洗ってもらえたら安心だなと思って、それぐらいこの顔料インク、これをやってみて顔料インクはすごいなって思いました。それまでも結構シトラスブラックとかで黄色い色は水に濡れたらほとんど落ちちゃうとかいうのは知ってたんですけど、こんなに顔料インクがこうなんだったら、やっぱり顔料インクが欲しいなと思いました。これあれですね、もうちょっと薄い色とか淡い色だったらどうなるのかっていうのもちょっと気になるので、今度やってみたいと思います。で、次の動画でブルーブラックバージョンもやるので、よかったら見てください。それでは次の動画まで。またね。